カナダメープルリッチのエミです。皆さんお元気ですか？暑いですね。もうこちらバンクーバー地方も暑い日が続いていますが、多分日本の気温に比べると暑いというのはちょっと恥ずかしいかもしれません。皆さん熱中症にならないよう水分補給お忘れなく。今日のお題は不運不幸犯した罪はお金が解決してくれるというお題です。以前にもお話ししたように私は無宗教です。でも不思議な存在は存在すると信じています。だから日本の神社仏閣にお参りするのは大好きですし、でなんと高校はクリスチャンの学校行ってたので、毎朝礼拝、そして教会にも行った経験があります。高校生の時にね、教会に行くと礼拝の最後ぐらいに寄付を集める小さなカゴが回されるんですね。私は高校生だったので微々たる金額しか寄付できなかったんですけれども、私はその時から同じ疑問を抱いています。神さんはお金必要ないやんって、お金必要なんは人間やんか。今ならその寄付は教会を維持していく費用に充てるのだという理解はしていますが、この世の中いろいろな形で寄付を募り、自分の利益、自分のために使っていらっしゃる方がたくさんいます。残念ながら。さて今日はそこから派生するお題なんですけれども、中世の昔免罪符というものが売りに出されましたよね。ここの社会で習ったような記憶があります。それでググってみたんですよ、免罪符のことを。次のような説明でした。もともとはカトリック教会が信徒の罪と罰を免除するために発行した証明書のことだそうです。昔も今も変わらないなと。何を思い出したかっていうと、昭和の時代に生きてた人なら覚えてると思うんですけれども、昔ね、幸せになる壺っていうのが流行った時期があったんですよ。これもググりました。壺を買ったら幸せになるという現象は主に1980年代以降に日本で大きな社会問題となった霊感商法を指しています。不安や恐怖を煽り、このままでは不幸になるがこの壺を買えば救われると信じ込ませて高額な物品を売りつける悪質な手口です。あと昭和の時代、今もありますけれども、よく耳にしたのが、いろいろな不幸が起こり宗教にね入った時に全財産をその宗教に寄付すれば人生は好転するよと言われ実行された方が世界中にたくさんいます。日本だけじゃなくて。でここで質問を投げかけたいんですけれども、自分の不運不幸はお金で変えられると思いますか？私は思いません。例えばね、不運不幸っていうのは私たちにいろいろなものを気づかさせてくれる事象だと思っているんですよ。で今回はね、愛する家族を亡くしてしまったということに対してね、お話ししたいと思います。では愛する人の死というのは何を私たちに教えてくれるのでしょうか？もうその悲しみというのは言葉では言い尽くせない。そして時間しかその悲しみを癒してくれません。私が思うに、命というのはずっと続くものではないということを私たちに思い出させてくれていると思います。そして愛する人たちが残されたものに教えてくれたことを心に刻んで生きていくこと。そしてもし愛する人が病気事故で亡くなった時は自分に何ができるのか。以前リーディングをした女性の方が、これ前どっかで私の YouTube で話したかもしれないんですけれども、リーディングをした女性の方がね、白人の方なんですけれども、お子さんを2人亡くされた人がいました。その方は3人の子供に恵まれてたんですけれども、一番下のお子さんが3歳、そして上のお子さんが5歳の時にね、
遺伝性の病気で亡くされたんです。で、真ん中のお嬢さんは遺伝子調べたら遺伝の病気はないということを判断されたので、すくすくと成長されてると思います。で、彼女をねリーディングした時ね、もうね私胸が張り裂けそうになりました。リーディングした後もねプライベートで彼女とたびたび会ってたんですよ。1年ぐらいかな。そんな頻繁には会わなかったんだけれども、会いたいっていうふうに連絡来たら会ってたんですね。いろいろなお話をしました。彼女は私に言ったことを今でも覚えています。もう少し元気になって今度は私のように子供を亡くした人のためにボランティアをしたいと思うっていうふうに言ったんですね。私は彼女の言葉を聞いて悲しみを糧に自分ができることを探されたのだと。で、人間はね不幸不運に見舞われた時ずっとその悲しみに打ちひしがれてね、あるいは他人を恨んでね、残された人生をそのネガティブな感情だけに寄りかかって生きていこうとしがちです。でもそうじゃないよ。自分ができることを、他人を助けるために行動に移す人もたくさんいます。不運不幸をお金で解決できるのであったら、こんな楽な人生ないじゃないですか。自分の犯した罪を免罪符を買って許してもらえるなんて。そしたら悪いことばっかりし放題な世の中になっちゃうじゃないですか。壺を買って全財産を寄付したという人たちは、自分の考え方や心の持ち方を変えないのであれば、自分たちが思っている不幸のまま人生を送ることになると私は思います。もしあなたが今不運不幸だと思って生きているのであれば、少し考えてみてください。自分は何をその出来事から学んだのか、今から自分ができることは何なのか。もし愛する人を亡くした時、あなたが苦しんでいる姿を見て愛する人は喜ぶのか悲しむのか。これまた違う時、リーディングの時に受けた質問なんですけど、私のお父さんはあの世で幸せにしてますか？成仏できていますか？という質問があったんですね。私がその時返した言葉は、あなたが幸せに生きてくれていたらお父さんは幸せにしてますよ。だから全力で自分が幸せになる道を歩んでくださいって。これは何でかって言ったら、体があの世に帰って体がなくなった時はエネルギー体です。エネルギー体になると、私たちが亡くなった方を思い出した時すぐそばに来てくれます。場所とか時間とか関係なくね。あなたがハッピーであればそれを感じて喜んで、あなたが悲しんでいればどうしたらいいんだろう、そばにいながら見てくれています。自分の人生は自分の選択からできています。あなたの選択は何ですか？時間をかけて焦らず答えを見つけてください。じゃあ今日はこの辺でね。またね。バイバイ。